これで大丈夫かな。はいはい、こんばんは。はいはい、眠れない夜をあなたのそばにいるよ。苦しいとくらいトゥードゥです。あ、昨日はちょっと休んでてごめんなさいです。そう、ちょっと昨日、体のパチがあまり調子が良くなくて、そう、配信がね、あんまりできるかわからないかったから、そう、ちょっと早めじゃないかもしれないけど、ちょっとギリギリまで考えて、早めにお知らせしました。はい。ああ、よいしょ。で、今日のお話の練習からするだよ。今日何喋ろうかな。ね、今日何しようかな。あ、くしゃね、こう漫画とかを読むの好きなのだよ。でね、ミスチャーが使ってる、そう、アカウントをね、いつもね、使ってね、スマホとかで本を読むことが多くて、今日はね、漫画を読んだのよ、今日は。そう、昨日はちょっと、小説読んでただよ。昨日はね、クシャの大好きなね、ゴシックっていうね、小説をね、読んでただよ。クシャね、ね、クシャもともとのシリーズは、読んだことがあって、そう、無印って言った方がいいのかな。無印のゴシックシリーズ読んだことがあるだよ。姉ちゃんがね、お家にね、全部あるの。ね、でもね、お家にある本はね、もともと出てた、絵が描いてある方の本じゃなくて、なんだっけ、もともとの、本屋さんは違う本屋さんみたいで、クシャン、絵が描いてあること知らなかっただよ。で、クシャンがね、読んでるのはね、角川版って呼ばれる方をね、クシャン、お家で持ってて、読んでるだよ。表紙がね、可愛いんだよ。ね、なんて言うんだろう。シルエット影っていうのかな。その、影で、主人公、ヒロインでいいのかな。ヒロインって主人公、どっちだろう。あまりにもね、かっこいいからね、ちょっとどっちって言ったらいいかわからないでよ、よくしゃん。で、女の子のシルエットと、その、小説の中で出てくるキーアイテムっていうのかな。列車だったら、その、列車そう、シシュポポの、影シルエット切り絵っていうのかなが、
そう、表紙にあったり、そう、お菓子が表紙にあったりするだよ。でね、そう、その表紙がね、可愛くて、ヌシちゃんが、みんなの言う表紙買いっていうやつをしたのがきっかけだったらしいだよ。そう、それで、お家にあるのをクシャンが、そう呼んでみたの。そう、クシャンもね、表紙が可愛くて、なんだろうと思って、そう読んでみただよ。そうするとね、中身がね、すごいんだよ。女の子と男の子の、相棒っていうのかな。探偵と助手みたいなみたいなお話なんだけど、その女の子のさ、ドレスが可愛いだよ。作者もいつかあんなドレス着れたらいいなって思うぐらい、絵とかお写真はないんだけど、文章で、そう、フリフリのドレスが可愛いんだなっていうのがね、いつもね、わかるだよ。そう。でね、あのー、その、いろいろ、そう、事件とか起きるだよ。でも、その事件の内容とかも、なんて言うんだろう。クションそのミステリーものの、だからもうこう評価とかも好きだよ。評価は人が死なないミステリーみたいな感じで、そう、あれもあれで、特殊っていうのかな。ちょっと変わってて好きだよ。そう。そういうミステリーあるんだと思ってびっくりしたのも評価なんだけど、クシャンがね、そう読んでるね、ゴシックはね、通常っていうのかな。普通の、ミステリーみたいに、やっぱり、痛い思いする人はいるだよ。そう。痛い思いする人はいるんだけど、その、今の痛い思いじゃなくて、過去の痛い思い、過去でいいのかな。昔の痛い思いを、痛い思いの事件も解決していくにあたって、実際にね、見たり聞いたりをしてるわけじゃないんだよ、探偵さんの子が。すべて、なんて言うんだろう。もう、なんか、昔の人が、こう、ヘンゼルとグレーテルみたいに落としていったヒントっていうのかな。落としていったものをコツコツと拾い集めて、そう、昔の痛いのところまでたどり着くみたいなのが、すごいクシャン、こう、びっくりというか、今だけじゃないみたいなのがね、すごいと思ったんだよ。ちょっとクシャンじゃちょっと言葉が足りなくて、あまり上手に、言えないんだけど、そう、それがね、すごいと思ったんだよ。クシャンじゃヘンゼルとグレテルみたいに、一個一個落とされたものに対して気づかないだと思うんだよ。そう。それをね、落ちてるのは気づいて拾い上げて、拾い上げたもの、ヒントの先にさらにヒントがあるっていうのを気づいて、一個一個ちゃんと拾ってってあげるっていうのかな。っていうのがね、すごいね、いいなって思ったのと、あと、なんて言うんだろう。ね、ごめんなさい、お茶飲む
いしょ。ちょっとクシャちょっとティッシュが上がっちゃって、喉がすぐ乾いちゃったのよ。ごめんなさい。そう、なんか、昔の痛いの人のお話に気づくのもすごいし、あと、言葉が少ない言葉が足りないクシャみたいな人でも、こう、読みやすいっていうのが、あの、なんて言うんだろう。すぐに、頭にアニメみたいなのが、簡単に流れてくるだよ。そう。それがね、すごくね、クシャンがね、好きな理由なの。クシャンね、ミステリーとか読むの好きなんだけど、クシャン言葉がまだ足りないから、そう、すぐにわかる言葉がちょっと少ないから、だからね、そう、語本読むときも、語本読むときもそうだし、YouTube とか動画を見るときもそうなんだけど、みんなが面白い、みんなが笑ってるから面白いんだろうなとか、みんながこう悲しいから悲しいんだろうなみたいなことしかわからないんだよ。でもゴシックはね、そう、スナクシャンでもね、そう、わかりやすい、読みやすいミステリアだったから、クシャンとても好きなの。そう。で、そう、ゴシックの、S っていうのかな、番外編もね、全部お家にあってね、その後に、これ全部ね、ヌシちゃんが買ったんだよ。ヌシちゃんがね、そう、ゴシック大好きでね、そう、お家に、ゴシックだけはどうしても電子じゃなくて紙がいいって言って、紙のバージョンだから、すごいね、多分ね、前に買ったんだろうなっていうぐらいね、なんか、本の色が違うくなってたりするだよ。そう、ずっとこう思ってたんだろうな、みたいな感じな色になっちゃってるんだけど、そう。で、新大陸編でいいのかな、新大陸編の、レッド、ブルー、ピンク、グリーンかな、もうね、ちょっとね、まだね、あのー、レッドとブルー、ピンクまでしか読めてないのかな、ちょっとね、ピンクが読んでる途中だ。ちょっと読んでる途中なんだけど、そう。いや、でもね、やっぱりすごい、その、最初に出てた無印版って言ったらいいのかな、無印版は小さい本なんだけど、小さい本が大きくなっても、書いてる、こう、本屋さんかな、本屋さんの方が、クシャンもわかりやすいく書いてくれるから、とても助かるだよ。わからない言葉が出てきても、その後に、本の中にいる人がね、教えてくれるだよ。そう。だからね、とてもね、クシャン読みやすいと思ってるだよ。そう、他にもね、読みたい本がいっぱいあるんだけど、そう、クシャンとりあえずね、ちょっとね、ゴシックのピンクとグリーンをね、読むまでね、ちょっとね、本はね、一旦ね、ストップしてんだけど、そう、それでもね、今日ちょっと漫画読んじゃった。そう。ネイちゃんはね、前に、何好き、なんか言ったはず、なんだっけ。なんか好きな漫画があってね、そう、それを多分ネイちゃんが新しく買ったのかな、電子
電子クシャン用にね、デシちゃんがその本を読む板をね買ってくれてるんだよ。多分ね、そこにね新しくね本を追加してくれたのかわからないんだけど、その漫画入ったからね読んでたりしたんだよ。よかったよかった。そう、でもね、簡単なミステリーじゃないんだよ。その、こう、想像じゃないな。映像として、こう、見てるのはとても簡単なんだけど、その、トリックとか、その、事件のストーリーとかは、とてもね、簡単じゃないだよ。そう、なんかそれぞれね、一個一個ちょっと拾わないと難しいなって思う時もあるだよ。さ、でもね、そう、言葉の少ないクッションでもわかるミステリーっていうので、そう、クッションとても好きだよ。そう、だからちょっとミステリー気になるけど、そう、読むのちょっと大変だなって人、読むの大変だなっていうか、言葉が足りないかもって思う人はとても読みやすいと思う本だよ。そうそうね、そう、それもね、無印の方はね、完結してるから、その、新作まだかなっていうなる気持ちもないからね。そう、ちょっとね、クシャはね、新作を待てないから、そう、ちょっと新作がないものちょっと読むとね、まだかなってね、下に聞いちゃうだよ。そう、いつ出るのって次いつ出るの、次いつまだ聞いちゃうだよ。そう、だからね、完結してる本だから、そう、待てない人はね、読みやすい本だよ。ということで、もう一回お茶を飲んでから本を読みましょう。ちょっとお茶飲むから待っててね。はい。はい、ただいまだよ。よいしょ。今日はね、2冊ともたぬきさんのお話だよ。そう。最初の一つが、文禄茶釜でいいのかな、文禄茶釜っていうお話と、そう、もっとね、有名なやつやと思うんやけど、カチカチ山の2冊だよ。ちょっと待ってね。これなんで開けないだろう。よいしょ。あ、開いた。
いしょ。そう、あと、カチカチ山、文福茶釜とカチカチ山を読むだよ。カチカチ山はね、クシャね、読んだことあるんだけど、そう、そう、文福茶釜は、そう、ウェスタンにも有名だよって教わったんだけど、そう、クシャ知らなかっただよ。でも、たぬきさんが、そう、お坊さんと、そう、仲良く踊るお話だってね、そう、聞いたわよ。そう、だから楽しそうな話だなと思って、今日これ選んだわよ。そう、だからね、そう、楽しい気分になって、そう、ねしてもらえたらいいなと思ってるだよ。順番はね、1番に文福茶釜で、2番にカチカチ山を読むだよ。そう、でね、そう、あれ、こういうお知らせって最初がいいのかな、最後がいいのかな。配信がね、終わる前にもね、言うんだけど、8月の28日に、お友達に、作詞ゃんコラボしないのなんでみたいなお話になって、そう、作詞ゃんのこともっといろんな人に知ってもらおうよって言ってくれてね。そう。だからね、そのお友達かなに、その、新しいお話の人でも、こう、コラボしてくれるよっていう人を教えてくれただよ。そう。だからそのゲームをするんじゃないんだけど、お話をするコラボっていうのを聞いたんだけど、それをね、28日にそうするだよ。そう。またね、詳細なお話、詳しいお話は、そのお友達のお友達が、育種でいたら、作者ん、それ、リツイートっていうのかなで、お知らせするだよ。あれ、こういう話って最初でいいのかな。その、配信が終わり直前の方が良かったのかな。そう、あとね、クシャンのお誕生日があとちょこっとだから、今週末に配信するよっていうのをね、ネスチャーから言われてるだよ。だからちょっと、あれだ、今週はいっぱい配信がありだよ。そう、なんか、配信の枠はちょっとネスターがね、そう、ギリギリになったら立てるからってことしか言われてないだよ。そう。だからちょっと、こっちの、お誕生日配信っていうのかな、の方は、ちょっと、お知らせがギリギリになっちゃって、ごめんなさいになっちゃうよだけど、そう。そう、今週末3連休の、多分土曜日だと思うんだけど、そう、土曜日にやるっていうのを聞いてるだよ。そう。時間がね、時間が9時って聞いて終わるんだけど、そう、まだ枠も立ってないから、クシャンもね、ちょっとね、大丈夫かなって思ってるだよ。大丈夫なのかなって思ってるだよ。そう、そう、ちょっとね、今月末はなんか、収集が遅くなっちゃったんだけど、そう、28日と、今週の土曜日に、そう、配信2回、2個お知らせする配信があるだよ。そう。
ちょっとご本人も配信じゃないんだけど、そうね、これも楽しみにしてくれたらいいなって思うだよ。そう28日はね、そうお話をするコラボなんだけど、そう友達の友達にがね、全部石コートでいいのかな。石コートしてくれるってね教えてくれたからね、楽しみにしてるだよ。そう、なんかクッションのこともっと知ってもらいたいって言ってくれるなんてとても嬉しいから、さくちゃんいいよコラボしようって言っただよ。そうあ、この話はここまでね。この話はここまでで、また配信終わる直前にまたお話をするだよ。じゃあ、あれだね。文学ちゃんがもう読むだよ。あ、あれってか、配信始めましたってツイートしてない。よいしょ。よし。はい、ちょっとした。はい、ちょっとした。はい、ちょっとした。もうね、ツイートしないとね、クシャでね、なんでしなかったのって言われちゃうからね。そう、もう、はい、した。これで、ねしてんのもやれない。よし、じゃあ読みます。あ、この、いつもこの書いたのお名前がわからないで。いや、やった。よいしょ。くすやままそうさんのかな。よしよし。文楽茶釜楠山正雄。昔、光月の国館林にオリンジというお寺がありました。このお寺の和尚さんは大層お茶の湯が好きで、いろいろと変わったお茶道具を集めて毎日それをいじって楽しみにしていました。ある日、和尚さんは用事があって町へ行った帰りに一軒の道具屋で気に入った形の茶釜を見つけました。和尚さんは早速それを買って帰って自分のお部屋に飾って、どうです、なかなかいい茶釜でしょうと来る人ごとに見せて自慢をしていました。ある晩、お嬢さんはいつもの通り居間に茶釜を飾ったまま、そのそばでうとうと居眠りをしてしまいました。そのうち本当にぐっすりと寝込んでしまいました。お嬢さんのお部屋があまり静かなので、小僧さんたちはどうしたのかと思ってそっと障子の隙間から中を覗いてみました。するとお嬢さんのそばに布団を敷いて座っていた茶釜が一人でにむくむくと動き出しました。おやと思ううちに茶釜からひょっこり頭が出て、太い尻尾が生えて、4本の足が出て、やがてその外、お部屋の中を歩き出しました。
小僧さんたちはびっくりしてお部屋の中へ飛び込んできて、いやあ大変だ、茶釜が化けた。おしょうさんおしょうさん、茶釜が歩き出しましたよ、と天然にとんちょうな声を立てて騒ぎ出しました。その音におしょうさんは目を覚まして、やかましい、何を騒ぐのだ、と目をこすりながら叱りました。でもおしょうさん、ごらんなさい。ほら、あの通り茶釜が歩きますよ。こう天然に言うので、おしょうさんも小僧さんたちの指さす方を見ます。と、茶釜にはもう足も頭も尻尾もありません。ちゃんと元の茶釜になっていて、いつの間にか布団の上に乗って済ましていました。おしょうさんは怒って、なんだ、バカなことを言うにも程がある。でも変だな。確かに歩いていたのに。こう言いながら小僧さんたちは不思議そうに寄ってきて茶釜を叩いてみました。茶釜はカンとなりました。それ見ろ、やっぱりただの茶釜だ。くだらないことを言ってせっかくいい心持ちに寝ているところを起こしてしまった。おしょうさんにひどく叱られて、小僧さんたちはしょげてブツブツ口ごごと言いながら引っ込んでいきました。そのあくる日、おしょうさんはせっかく茶釜を買ってきて眺めてばかりいてもつまらない、今日は一つ使い試しをしてやろうと言って茶釜に水を汲み入れました。すると小さな茶釜のくせにいきなり手桶に一杯の水をガブリと飲んでしまいました。おしょうさんは少し変だと思いましたが、他に変わったこともないので安心してまた水を入れていろりにかけました。するとしばらくしてお尻が温まってくると、茶釜は出し抜きに熱いと言っていろりの外へ飛び出しました。おやと思う間にタヌキの頭が出て、4本の足が出て、太い尻尾が生えて、のこのことお座敷の中を歩き出しました。おしょうさんはわあと言って思わず飛び上がりました。大変、大変、茶釜が化けた、誰か来てくれ。おしょうさんの声がびっくりして大きな声で呼び立てますと、小僧さんたちはそら来たというので、向こうの鉢巻きでほうきやはたきを持って飛び込んできました。でももうその自分には元の茶釜になってて、布団の上に済ましていました。叩けばまたカンカンとなりました。おしょうさんはまだびっくりしたような顔をしながら、どうもいい茶釜を手に入れたと思ったらとんだものを背負い込んだ。どう
うしたものだろうと考えていますと、門の外でくずいくずいという声がしました。ああ、いいところへくず屋が来た。こんな茶釜はいっそくず屋に売ってしまおう。お嬢さんはこう言って早速くず屋を呼ばせました。くず屋はお嬢さんの出した茶釜を手に取って撫でてみたり叩いてみたり、そこを返してみたり、後でこれは結構な品物ですと言って茶釜を買ってくずかごの中入れて持って行きました。茶釜を買ったくず屋は家へ帰ってもまだニコニコして、これはこの頃にない掘り出し物だ、どうかして道具好きな金持ちを捕まえていい値に売らなければならない、こう独り言を言いながらその晩は大事そうに茶釜を枕元に飾ってぐっすり寝ました。すると真夜中過ぎになって、どこかでもしもし、くず屋さん、くず屋さんと呼ぶ声がしました。はっとして目を覚ましますと、枕元にさっきの茶釜がいつの間にか毛むくじゃらな頭と太い尻尾を出してちょこんと座っていました。くず屋はびっくりして跳ね起きました。いやー大変、茶釜が化けたぞ。くず屋さん、そんなに驚かないでもいいよ。だって驚かずにいられるものかい。茶釜に毛が生えて歩き出せば誰だって驚くだろうじゃないか。一体お前は何だい？私は文福茶釜と言って、本当はタヌキの化けた茶釜ですよ。実はある日、野原へ出て遊んでいるところ、5、6人の男に追いかけ回されまして、仕方なしに茶釜に化けて草の中に転がっていると、またその男たちが見つけて、今度は茶釜だ、茶釜だ、いいものが手に入った、これをどこかへ売り飛ばしてみんなでうまいものを買って食べようと言いました。それで私は古道具屋さんに売られて、店先にさらされて散々窮屈な目に遭いました。その上何も食べさせてくれないので、お腹が空いて死にそうになったところをお寺の和尚さんに買われていきました。お寺ではやっと手置きに一杯の水をもらって、一口にガブ飲みしてほっと息をついたところ、いきなりいろりに乗せられてお尻から火あぶりさせられたのはもうさすがに驚きました。もうあんなところはこりごりです。あなたは人のいい親切な方らしいから、どうぞしばらく私を家に置いて養ってくださいませんか。きっとお礼はしますから。置いてやるぐらいわけのないことだ。だがお礼をするってどんなことをするつもりだい？
見せ物でいろいろ面白い芸当をしてあなたにたーんとお金儲けをさせてあげますよ。芸当って一体どんなことをするのだい？さあ、差し当たり綱渡りの軽業に文福茶釜の浮かれ踊りをやりましょう。もうクズ屋なんかやめてしまって見せ物師におなんなさい。明日からたーんとお金が儲かりますよ。こう言われてクズ屋はすっかり乗り気になってしまいました。そして茶釜の勧める通りクズ屋をやめてしまいました。そのあくる日、夜が明けるとクズ屋は早速見せ物の支度にかかりました。まず町の盛り場に一軒見せ物小屋をこしらえて、文福茶釜の綱渡りと浮かれ踊りの絵を描いた看板をあげ、太夫元の木戸庵と工場医を自分一人で兼ねました。そして木戸口に座って大きな声で、さあさあ、大評判の文福茶釜に毛が生えて手足が生えて綱渡りの軽業から浮かれ踊りの不思議な芸当、評判じゃ評判じゃと呼び立てました。往来の人たちは不思議な看板と面白そうな工場につられてぞろぞろ見せ物小屋へ詰めかけてきて、たちまち満員になってしまいました。やがて拍子木が鳴って幕が上がりますと、文福茶釜がのこのこ楽屋から出てきて、お目見えのご挨拶をしました。見るとそれは思いもつかない大きな茶釜に手足の生えた化け物でしたから、見物のみんなは「あ？」と言って目を丸くしました。それだけでも不思議なのに、その茶釜の化け物が両方の手にからかさを刺して扇を開いて綱の上に両足をかけました。その重い体を基調に調子をとりながら綱渡りの一曲を守備よくやってのけましたから、見物はいよいよ感心して小屋も割れるほどの喝采を浴びせました。それからは何をしても文福茶釜が変わった系統をやってみせるたんびに見物は大喜びで、こんな面白い見せ物は生まれて初めて見たと天然に言い合ってまたぞろぞろ帰っていきました。それからは文福茶釜の評判は方々に広がって、近所の人は言うまでもなく、遠国からもわざわざわらじがきで見に来る人で、毎日毎晩大変な大入りでしたから、わずかの間にくず屋は大金持ちになりました。そのうちにくず屋はこうやって文福茶釜のおかげでいつまでもお金儲けをしていても際限のないことだから、ここらで休ませてやりましょうと考えました。そこである日、文福茶釜を呼んで、お前をこれまで
ずいぶん働かせるだけ働かして、おかげで私も大したお金持ちになった。人間の欲には限りがないと言いながら、そうそう欲張るのは悪いことだから、今日限りお前を見せ物に出すことはやめて、元の通りモリンズに収めることにしよう。その代わり、今度はお嬢さんに頼んで、ただの茶釜のようにいろりにかきって、火あぶりになんぞしないようにして、大切にお寺の宝物として錦のお布団に乗せて地獄安楽なご隠居の身分にしてあげるがどうかね。こう言いますと文福茶釜は、そうですね、私もくたびれましたからここらで少し休ませてもらいましょうかと言いました。そこでクスヤは文福茶釜に見せ物で儲けたお金を半分添えてモリンズのお嬢さんのところへ持って行きました。お嬢さんは、ほいほい、それは気毒なと言いながら茶釜とお金を受け取りました。文福茶釜もそれなりくたびれて寝込んででもしまったのか、それからは別段天使が生えて踊り出すということもなく、このお寺の宝物になって今日まで伝わっているそうです。おしまい。よいしょ。ちょっとお茶を飲みます。はい。初めてかましに読めるかなと思ったんだけど、ちょっと噛んじゃった。よいしょ。次はカチカチ沼を読むだよ。今日はこれが最後ね。カチカチ山。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがありました。おじいさんがいつも畑に出て働いていますと、裏の山から一匹の古タヌキが出てきて、おじいさんがせっかく丹精をしてこしらえた畑のものを荒らした上に、どんどん石ころや土くれをおじいさんの後ろから投げつけました。おじいさんが怒って追っかけますと、素早く逃げていっていきました。しばらくするとまたやってきて、相変わらずいたずらをしました。おじいさんも困りきって罠をかけておきますと、ある日タヌキはとうとうその罠にかかりました。おじいさんは踊り上がって喜びました。ああ、いい気味だ。とうとう捕まえてやった。こう言ってタヌキの四つ足を縛って家へ担いで帰りました。そして天井の梁にぶら下げて
おばあさんに逃がさないように晩をして、晩に私が帰るまでにたぬき汁をこしらえておいておくれと言い残して、また畑へ出て行きました。タヌキが縛られてぶら下げられている下で、おばあさんは嘘を出してトントン麦をついていました。そのうち、ああくたびれたとおばあさんは言って汗を拭きました。すると、その時までおとなしくぶら下がっていたタヌキが上から声をかけました。もしもし、おばあさん、くたびれたら少しお手伝いをいたしましょう。その代わり、この縄を解いてください。どうしてお前なんぞに手伝ってもらえるものか。罠を解いてやったら手伝うどころかすぐ逃げていってしまうだろう。いいえ、もうこうして捕まったのですもの。今さら逃げるものですか。まあ、試しに下ろしてごらんなさい。あんまりしつこく首相らしく頼むものですから、おばあさんもうタヌキの言うことを本当にして縄を解いて下ろしてやりました。するとタヌキはやれやれと縛られた手足をさすりました。そして、どれ私がついてあげましょうと言いながら、おばあさんの杵を取り上げて麦をつくふりをして、いきなりおばあさんの脳天から杵を打ち下ろしますと、キャッという間もなく、おばあさんは目を回して倒れて死んでしまいました。タヌキは早速おばあさんを料理して、たぬき汁の代わりにババア汁をこしられて、自分はおばあさんに化けて澄ました顔をして炉の前に座っておじいさんの帰りを待ち受けていました。夕方になって何も知らないおじいさんは、晩はたぬき汁が食べられるなと思って一人でニコニコしながら急いで家へ帰ってきました。するとタヌキのおばあさんはさも待ちかねたというように、おやおじいさん、おかえりなさい。さっきからたぬき汁をこしらえて待ってましたよと言いました。おやおや、そうか、それはありがたいなと言いながら、すぐにお膳の前に座りました。そしてたぬきのおばあさんのお給仕で、これはおいしい、これはおいしいと言って舌包みを打ってババア汁をおかわりして夢中になって食べていました。それを見てたたぬきのおばあさんは思わずふふんと笑う拍子にタヌキの正体を表しました。ババア食ったじじい、流しの下の骨を見ろとタヌキは言いながら大きな尻尾を出して裏口からついと逃げていきました。おじいさんはびっくりしてがっかり腰を抜かしてしまいました。そして流しの下のおばあさんの骨を
抱えておいおい泣いてしまいました。すると、おじいさん、おじいさん、どうしたのですと言って、これも裏の山にいる白ウサギが入ってきました。ああ、ウサギさんか。よく来ておくれた。のは聞いておくれ。ひどい目にあったよ。と、おじいさんは言って、これこれこういうわけだと、すっかり話をしました。ウサギは大層大きな毒があって、まあ、それはとんだことでしたね。けれど、敵は私がきっと取ってあげますから、安心していらっしゃい。と、頼もしそうに言いました。おじいさんは嬉し涙をこぼしながら、ああ、どうか頼みますよ。本当に、私は悔しくてたまらない。と言いました。大丈夫。明日は早速タヌキを誘い出して、ひどい目に遭わせてやります。しばらく待っていらっしゃい。と、ウサギは言って帰っていきました。さて、タヌキはおじいさんの家を逃げ出してから、なんだか怖いものですら、どこへも出ずに穴にばかり引っ込んでしまいました。するとある日、ウサギは鎌を腰に刺して、わざとタヌキの隠れている穴のそばへ行って、鎌を出してしきりに芝を刈っていました。そして芝を刈りながら袋へ入れて持ってきたカチグリを出してバリバリ食べました。するとタヌキはその音を聞きつけて、穴の中からのそのそと這い出てきました。うさぎさん、うさぎさん、何をうまそうに食べているのだね。栗の実さ、少し私にくれないか。あげるから、この芝を半分向こうの山まで背負って行っておくれ。タヌキは栗が欲しいものですから、仕方なしに芝を背負って先に立って歩き出しました。向こうの山まで行くと、タヌキは振り返って、うさぎさん、うさぎさん、カチグリをくれないか。ああ、あげるよ。もう一つ向こうの山まで行ったら。仕方がないので、またタヌキはずんずん先に立って歩いていきました。やがてもう一つ向こうの山まで行くと、タヌキは振り返って、うさぎさん、うさぎさん、カチグリをくれないか。ああ、あげるけれど、ついでにもう一つ向こうの山まで行っておくれ。今度はきっとあげるから。仕方がないので、タヌキはまた先に立って、今度は何でも早く向こうの山まで行き着こうとも思って、後ろも振り向かずにせっせと歩いていきました。うさぎはその暇に懐から火打ち石を出して、カチカチと火を切りました。
タヌキは変に思って、うさぎさん、うさぎさん、カツカツっていうのは何だろう。この山はカチカチ山だからさ。ああ、そうか。と言って、タヌキはまた歩き出しました。そのうちにウサギのつけた火がタヌキの背中の芝に移ってボーボー燃え出しました。タヌキはまた変に思って、うさぎさん、うさぎさん、ボーボーというのは何だろう。向こうの山はボーボー山だからさ。ああ、そうか。とタヌキが言ううちに、もう火は全然背中に燃え広がってしまいました。タヌキは、熱い、熱い、助けてくれ、と叫びながら夢中でかき出しますと、山風が後ろからどっと吹きつけて、余計火が大きくなりました。タヌキはヒーヒー鳴き声を上げて、苦しがって転げ回って、やっとのことで燃える芝を振り落として穴の中にかき込みました。ウサギはわざと大きな声で、いやー大変、火事だ、火事だ、と言いながら帰っていきました。そのあくる日、ウサギはお味噌の中に唐辛子をすり込んで、紅薬をこしらえて、それを持ってタヌキのところへお見舞いにやってきました。タヌキは背中中大やけどをして、うーうなりながら真っ暗な穴の中に転がっていきました。タヌキさん、タヌキさん、本当に昨日はひどい目にあったね。ああ、本当にひどい目にあったよ。この大やけどはどうしたら治るんだろう。それでね、あまり気の毒だから私がやけどに一番効く紅薬をこしらえて持ってきたのだよ。そうかい、それはありがたいな。早速塗ってもらおう。こう言ってタヌキが火膨れになった赤肌にただれている背中を出しました。するとウサギはその上に唐辛子味噌をところ構わずコテコテ塗りつけました。すると背中はまた火がついたように熱くなって、痛い痛いと言いながらタヌキは穴の中を転げ回っていました。ウサギはその様子を見てニコニコしながら、なーにタヌキさん、ピリピリするのは初めのうちだけだよ。じきに治るから少しの間我慢をし、と言って帰っていきました。それから4日5日経ちました。ある日ウサギは、タヌキのやつどうしただろう、今度は一つ海に連れ出してひどい目に遭わせてやろう、と独り言を言ってるところへひょっこりタヌキが訪ねてきました。おやおやタヌキさん、もうやけどは治ったかい。ああ、おかげでだいぶ良くなったよ。それはいいな。じゃあまたどこかへ出かけようか。いや、もう山はこれ
それなら山あいをして今度は海へ行こうじゃないか。海はお魚が取れるよ。なるほど、海は面白そうだね。そこでウサギとタヌキは連れ立って海へ出かけました。ウサギは木の船をこしらえますと、タヌキは羨ましがって真似をして土の船をこしらえました。船が出来上がると、ウサギは木の船に乗りました。タヌキは土の船に乗りました。別々に船を漕いで沖に出ますと、いいお天気だね、いい景色だねと天然に言いながら珍しそうに海を眺めていましたが、ウサギはここらにはまだお魚はいないよ。もっと沖の方まで漕いでいこう。さあ、どっちが速いか競争しよう。と言いました。タヌキは、よしよし、それは面白かろう。と言いました。そこで、1、2、3と掛け声をして漕ぎ出しました。ウサギはカンカン船旗を叩いて、どうだ、木の船は軽くって速かろう。と言いました。すると、タヌキも負けない気になって、船旗をコンコン叩いて、なーに、父の船は重くて丈夫だ。と言いました。そのうちに、だんだん水が締めて、父の船は崩れ出しました。いやー、大変、船が壊れてきた。と、タヌキはびっくりして、大騒ぎを始めました。ああ、沈む、沈む、助けてくれ。ウサギはタヌキの慌てる様子を面白そうに眺めながら、ざまあみろ、おばあさんを騙して殺して、おじいさんにバーバー汁を食わした報いだ。と言いますと、タヌキはもうそんなことしないから助けてくれと言って、ウサギを拝みました。そのうち、どんどん船は崩れて、ハップハップ言う間もなく、タヌキはとうとう沈んでいきました。おしまい。クイさんが知ってるカチカチ山じゃない。はあ、はあ、な、な、なるほど。はい、あれだね、クイさん、ちゃんと本を読むとき著作権っていうのをちょっと気にしながら読んでくるんだけど、ちょっとこっちなんだ。ちょっとびっくりしたわよ。あ、ちょっとお茶飲むでよ。はい。はい。
チ山と文学茶釜でした。ちょっとカチカチ山衝撃的すぎたので、ちょっとゆっくりになっちゃうんだけど、ちょっとクシャンの方でちょっと怖いシーンスキップ、こちらのタイムスタンプを押したいなと思いますちょっと遅くなっちゃうんだけど、多分そうちょっと頑張って聞いてやりますでも文化ちゃんがなんかハッピーエンドみたいなお話で楽しかったね多分みんなもねねしてると思うから、ちょっと短くお話をするだよ。アーカイブ勢の皆さんも最初の方にお話をした配信が土曜日と来週の金曜日28日に待っています。両方とも9時スタートです。ちょっと土曜日の方はお知らせがちょっと遅いですなのでYouTube の投稿や X を見てもらえると嬉しいです。また来週の月曜日も5本探します。ピシャ基本的に青空文庫という著作権が引っかからない5本から選んでます。なので今日みたいに衝撃的なことになっちゃうかもしれないんだけどちょっとね、それはちょっと後で注意分けをちょっとしたいと思います。手応え出てて覚えてないよかったらいいのかな、よかったらいいのかなということで、みんなもあったかいお布団にぬくぬくと入っていい夢を見えたらいいなと思います。よいしょ。それではみんなおやすみなさいもう挨拶全然決まらないでよなんかそのうちゆっくり考えたいなっていう希望だけを出しときます他にもね、アーカイブつらつらとね聞いてくれる方もねいらっしゃってね、とてもありがとうございますと今言っときましょうそうクシャン毎回ね、テロップじゃないや、YouTube の字幕設定してるけれど、いろんな方が見てくれてありがとうございます。ということで、みんなおやすみなさーい。おやすみー。